まずはじめにトレーニングの基本動作を陸上で練習してみましょう。ボードは風に対してアビームからクローズ方向に置き、マストを軸にしてルームエンドが風下になるようにテールを開いてボードの中心に乗るようにします。ボードに乗ったらハーネスのオンオフを繰り返してみましょう。ハーネスの長さは人それぞれですが、一般的に肘から手首の長さに合わせると良いでしょう。ルームの高さは身長によって異なりますが、だいたい胸よりやや高めにセッティングすると良いでしょう。ルームを持ったままハーネスをかけずに、前ストラップ、後ろストラップの順で足を入れます。ストラップから足を抜くときは後ろ足、前足の順でボードの中心に戻ります。ストラップに入る足の深さは、親指はもちろん小指の付け根までストラップから出るように調節してください。ここではボードに初期加速をつけるための一連のトレーニングテクニックを把握しましょう。画面左側のトレーニングステップは基本的な動作の順序です。セールを引き込む、ハーネスをかける、前ストラップ、後ろストラップの順に足を入れる。この一連の動作は瞬時にできるように心がけてください。ここではハーネスをかける前に前ストラップに足を入れています。これはガスティーコンディションで安定したブローを捉えたとき、一気にパンピングをしてトレーニングにつなげる方法です。微風の時は特にブローが抜け、次のブローが来るまでにタイムラグがあります。その時ストラップに足を入れている状態を保つのは難しくなり、失速する直前で重心を一気にジョイント近くに戻すことも重要です。会場ではいかに早くボードを加速させ、スピードアップにつなげるかポイントを押さえながら説明していきます。画面では風の方向を矢印で表示しています。この場合、ブローが安定しているので、ハーネスをかけ一気にトレーニング。これはウォータースタートからの加速です。マストを軸にバランスを取りながら、セールの仰角、つまりセールとボードの角度をなるべく変えないように風を受け、S 字フォームでトレーニングへとつなげます。これはかなりの強風です。うねりがきつく、ボードのバランスが取りづらい状態での加速です。このような時は余分な風を逃がしながらマストを軸とするように早めにハーネスをかけ、ボードに体重をバランスよく預けます。
ハーネスをかけた時にブローが抜けた状態です。これはガスティーなため、ブローを捉えるまで前ストラップでのフォームを維持し、安定してからハーネスをかけていることがわかると思います。微風時においてパンピングの加速はとても重要なテクニックです。ボードを蹴り込みながら水面の反発力とセールパワーをタイミングよくつなぎます。パンピングにおいて前ストラップを入れ、後ろ足はボードの中心、前足の横に置きます。蹴り込むポイントを一点に集中するわけです。十分脇を締めながらのけぞるように肩を外側に出してマストのしなりに合わせます。後ろ足を見てください。まだ完全なトレーニング状態ではありません。後ろストラップに入れる前に軽くボードを蹴り込むとボードがリフトして加速し始めます。チェックポイントです。パンピングからハーネスをかけるタイミングを見てみましょう。パンピングから後ろ足をストラップに入れるタイミングを見てみましょう。十分なブローがある場合、一気にハーネスをかけ、マスト手を伸ばし、前足を突き出すようにストラップにセールのパワーを伝えます。
後ろ足はボードトリムを水平に保ちます。ボードが加速していくと、ボードに対してのセールの仰角を狭める必要があります。加速とともにセールに対して真の風より進行風が強くなり、セールを開いた状態ではスピードアップは望めません。スピードアップするには、その風の影響を受けにくいセールアングルが不可欠なのです。ハーネスをかけてトレーニング状態に入ると、ボトム面の接水抵抗がテール側に移動して減少します。トレーニングをするための三大要素は、セールパワーの中心を表す CE、身体重心を表す WT、ボード抵抗の中心を表す CLR で表示されます。セールのドラフトが安定しているということは、セールパワーの中心が変化しないということになり、セーリングを楽にさせます。身体重心は常にセールパワーの中心線上に合わせるようにフォームを作ります。この場合、ボード抵抗の中心はボードのテールに集中しています。ボードスピードが上がると、セールパワーのポイントからハーネスポイントを通して伸びた直線は、身体中心の重心を得ることによりバランスよくボードの接水抵抗をこのように後方に移動させます。それに伴いセールを後方に引き込むことをアフターレイキと言います。アフターレイキはセールを無理やり引き込むということではなく、体全体でバランスを保ちながら風に合わせるようにして上半身をリラックスすることも大切です。フォームは重心をできるだけボードの外側に置き、ボードに体重を乗せないようにします。失速しそうになったら少し下らせます。
波の力を利用しながらパンピングをして下り、マイストラップ、ハーネスをかけます。両手は軽くブームに添えるようにしましょう。アビームから徐々にクローズを取る場合は、ブーム手側の肩を風上方向に突き出し、ハーネスとセールのカイトを利用して登ります。セールは閉じすぎると失速の原因になるので注意しましょう。セールを一気に開いてクローズ方向にボードを向けると揚力が減少するため、その後のクローズスピードが低下してしまいます。微風でも風上に登るとうねりがきつくなり、ボードが暴れてしまいます。目線は少し遠くを見ることで正確なラインを取ることができます。頭は水平に保つようにしましょう。ブローが切れたら失速する前に素早くハーネスを外すと同時にストラップから足を抜きボードの中心に戻ります。大切なことは、上半身をセールに近づけるように体を起こし、膝を柔軟に保ちながらボードトリムをキープします。ハイクアウトした順風フォームでは、肩が腰より風上側にあります。強風時にはこの肩が腰の上に来るぐらいまで背中を丸めて上体を起こします。背筋を伸ばしきってしまうとハーネスからパワーが抜けるので注意しましょう。順風フォームに比べ強風フォームでは大きく肘を曲げブームを絞り込むようにします。こうすることでセールを引き込むのではなく、セールを上から下に押さえつける力が生まれるのです。強風フォームにもかかわらず前に飛ばされそうになったら膝を伸ばして抵抗してみましょう。ただし突っ張りすぎはスピードが落ちるので注意してください。背中を丸めると腰の位置は自然に落ちます。その位置でへそを中心に腹筋を使ってハーネスを引けば
上体を起こしていても大きなパワーでセールを引き込むことができる。体全体で引こうとすると背中が伸びて強風フォームが順風フォームに戻ってしまいます。限界を超えるオーバーブローに見舞われたら少しセールを開いて対処してみましょう。十分に肘を曲げてもテンションが抜けないように強風ではハーネスラインを短めにセッティングします。ボードが暴れるのはセールの引き込みが甘いからです。セールを閉じればマストがノーズを押さえてくれる状態を作ります。下るのはさほど難しいことではありません。前足をノーズ方向に伸ばし、後ろ足を曲げてそこに重心を乗せればいいのです。過度のプレッシャーはスピンアウトの原因になるので注意しましょう。チョッピーな海面のダウンウィンドではハーネスに常にテンションをかけていないと外れてしまいます。これらのことに気をつけながら安全なセーリングを楽しんでください。
く。